皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は10月16日第55回目です。本日のテーマです。インドネシア独立を支えた日本、感動的な欧米の評価。本日のポイントです。インドネシア独立で日本と戦ったオランダの市長の言葉です。日本はアジア各国で侵略戦争を起こして申し訳ない。アジアの諸民族に大変迷惑をかけた。と自らを蔑み、ペコペコと謝罪をしていますが、これは間違いです。本当に悪いのは侵略して権力を振るっていた西欧人です。日本は戦いに敗れましたが、東亜の解放は実現しました。その結果、アジア諸民族は各々独立を達成しました。日本の功績は偉大であり、血を流して戦ったあなた方こそ最高の功労者です。自分を蔑むことをやめて、堂々と胸を張って、その誇りを取り戻すべきであります。私は新婚旅行でロンドン、ローマ、パリに格安チケットで行きました。歴史的建造物と文化遺産に圧倒されました。その一方で違和感がありました。第一は、これら展示品の多くは略奪品です。それを自国の宝物として、そしらぬ顔で見せびらかしている厚かましさ。今なら強盗なのに、ずいぶん昔のことなら許されるのか。第二は、この繁栄は過去の植民地時代のもので、現在の欧州はもはやその面影はないということでした。2021年10月10日、日経新聞日曜版、略奪文化財、欧州で返還論。格差や紛争の種をまいた植民地主義の生産の一環でもあるという興味深い記事がありましたので、本日のテーマとも関連してご紹介いたします。欧州は歴史的建造物を大切にする。ドイツ・ベルリンでは第二次世界大戦で破壊されたドイツ皇帝の居城ベルリン王宮の再建がこのほどようやく終わった。オープニング式典が開かれた今年9月22日、つい最近ですね。壇上に上がったシュタインマイヤードイツ大統領は晴れの舞台に似つかわしくない演説を始めました。この宮殿をドイツ帝国の軍国主義と国粋主義、そして植民地主義への継承とすべきです。植民地の人々を弾圧し、虐殺した犯罪国家だと自ら言うのです。それをドイツ社会が忘れたがっていると指摘し、社会に染みつく人種差別の克服には、植民地支配の過去にもっと光を当てる必要があると語りかけました。王宮内に収蔵されたアフリカなどの美術品も収奪したものだと批判。歴史に責任を持つべきだ。今年6月、ドイツ連邦議会はアフリカなどへの美術品返還を容易にする法案を可決し、過去の生産に重い腰を上げたのだ。フランスでも動きが起きている。アフリカ諸国の文化遺産がフランスに保管されていることを受け入れることはできない。マクロンフランス大統領は2017年、アフリカのブルキナファソでこう演説し、略奪美術品を返すと宣言した。素晴らしいことです。大英博物館、高まる批判に応じてホームページに係争中の収蔵品というサイトを設けた。ギリシャパルテノン神殿の彫刻物やモアイ像など、展示品の目玉とされる作品が略奪文化財とされていることがわかる。これを返したら
空っぽになりますね。欧州にはナチスに略奪された美術品を元の持ち主に返すという動きが以前からあった。しかし植民地絡みの文化財の問題は直視してこなかった。長い沈黙を経て、博物館や美術館の展示物への関心が高まった。最低でも博物館や美術館は収蔵品の透明性を高めることが必要だ。作品をどこでどのように手に入れたのか、倉庫で保管されているものも含めてデータベース化し公開すべきだという。略奪文化財の返還は世界を分断し格差や紛争の種をまいた植民地主義の一環でもある。一方、搾取と略奪を通じて欧州は富を蓄え、栄光の時代を謳歌しました。その贖罪の意味合いが返還議論にも滲みます。倫理観のリーダーを自任する欧州で人権重視の流れは強まるばかりだ。中国やロシアなどの強権国家に人権や法の支配を尊重せよと迫るには、自らを律しないと説得力に欠けるという需要もある。皆様はこの記事をご覧になってどのようにお感じになりましたか？私が注目した第一の点は、欧州で起きている人種差別問題の解決には、今まで蓋をしてきた植民地時代の略奪と搾取にまで遡らなければならないと初めて認めた点です。第二に、中国やロシアの人種差別や侵略を非難するなら、自分たちの過去も清算しなければ説得力がないということに気づいた点です。勇気ある行動、これこそ正しい歴史修正だと思います。これについては後で詳しくお話しいたします。次に、欧米の日本に対する評価をお聞きください。ジョイス・C・レブラ、米国コロラド大学歴史学部教授の著書、東南アジアの解放と日本の遺産から引用されています。東南アジアの民族主義者は、日本占領期間中に日本軍により身につけた自信、軍事訓練、政治能力を総動員して、西洋の植民地支配復帰に対抗した。そして、日本による占領下で、民族主義、独立要求は、そうそう引き返せないところにまで進んでしまったということを、イギリス、オランダは戦後になって思い知ることになるのである。さらに、日本は独立運動を力づけ、民族主義者に武器を与えた。日本軍敗走の後には、二度と外国支配を許すまいという自信と、その自信を裏付ける手段とが残ったのである。東南アジアの人間は、今や武器を手にし、訓練を積んでおり、政治力、組織力を身につけ、独立を求める固い意志に支えられていた。前回お話しした通りです。サンティン・アムステルダム市長の言葉です。あなた方の日本国は先の大戦で負けて、私どものオランダは勝ったのに大敗をしました。今日の日本は世界で一二を争う経済大国になりました。私たちオランダはその間、屈辱の連続、すなわち勝ったはずなのに貧乏国になってしまいました。戦前はアジアに大きな植民地のインドネシアがありました。石油などの資源、物産で本国は栄養栄華を極めておりました。しかし、今では日本の九州と同じ広さの本国だけになってしまいました。あなた方の日本国はアジア各地で侵略戦争を起こして申し訳ない。アジアの諸民族に大変迷惑をかけたと自らを蔑みペコペコと謝罪していますが、これは間違いです。あなた方こそ自らの血を流してアジア民族を解放し救い出すという人類
最高の素晴らしいことをしたのです。なぜなら、あなた方の国の人々は、過去の真実の歴史を目隠しされて、先の大戦の目先のことのみを取り上げて、あるいは洗脳されて、悪いことをしたと自分で悪者になっていますが、ここで歴史を振り返って真相を見つめる必要があるでしょう。本当は、私たち白人が悪いのです。100年も200年も前から、競って武力で東亜諸民族を征服し、自分の領土として勢力下に置いたのです。植民地にされ、長い間奴隷的に酷使されていた東亜諸民族を解放し、共に繁栄しようと、遠大崇高な理念を掲げて、大東亜共栄圏樹立という旗印で立ち上がったのが、帰国日本だったはずでしょう。本当に悪いのは、侵略して権力を振るっていた西洋人の方です。日本は戦いに敗れはしましたが、東亜の解放は実現しました。すなわち、日本軍は戦勝国の全てを追放して終わったのです。その結果、アジア諸民族はそれぞれ独立を達成しました。日本の功績は偉大であり、血を流して戦ったあなた方こそ最高の功労者です。自分を蔑むことをやめて、堂々と胸を張って、その誇りを取り戻すべきであります。日本会議の引用資料です。インドネシアを350年植民地支配していたオランダと日本は戦ったのです。戦後もオランダはインドネシアの独立を認めず、最大12万もの兵を投入しました。何としてもインドネシアを手放したくなかったのです。九州ほどの国土のオランダが資源国インドネシアを手放したら、国力が著しく落ちる恐怖がありました。欧州の繁栄は植民地の搾取により支えられていたことをオランダ自身が知っていたことの証明です。実は日本も同様に資源のない国ですが、国民の創意工夫と勤勉により世界第三の経済大国にまで成長しました。本来、憎き日本に対し謙虚にも日本への提言をくださったことに感謝します。同時に、日本を貶めてきた反日勢力に日本人が目覚める時が来ました。植民地支配されてきたアジア。アフリカ。中東諸国は目覚ましい経済発展を遂げました。教育水準も高く、国際舞台での発言力も高まっています。その筆頭が中国で、中東並びにアジア諸国も欧州に劣らぬほどの力を尽きてきました。一方で、ほとんどの植民地を失った欧州は、かつてほどの発展を遂げていません。この国力の均等が、先ほどの略奪文化財の返還につながったのでしょう。我々の遺産を返せと世界から大合唱が起きる前に、悪かった、返しますと宣言すれば、まだ面目は保てますね。昨今、人種差別で世界中が中国を非難しています。しかし中国は最近、欧米こそ長年の植民地支配をしていたではないかと反論しています。私は中国の肩を持つわけではありませんが、正論ですね。欧米の植民地政策は中国のそれよりひどかった面が多々ありました。人間として扱わなかったこともありました。心ある欧米の人々は長年蓋をしてきた植民地時代の悪を反省し始めたのです。自由と民主主義を唱えるアメリカは先住民のインディアンを950万人も虐殺したこと。アフリカから黒人を奴隷として連れ去り、
強制労働をさせてきた事実に向き合わなければ、本当の意味で根深い人種差別の解決には至らないということです。正しい良心のうずきが世界中で始まっていることは素晴らしいことです。侵略国家日本という言葉は、実は欧米諸国がアジアを侵略した事実を隠すためのトリックでした。350年の植民地支配を解放するため、日本は大東亜戦争を起こしました。アジア各国を支配していた国々を追い出したのです。それを日本は侵略戦争をしたと全くのでっち上げをしました。負けた腹いせじゃないでしょうか。それがかの悪名高き東京裁判です。日本人が太古の昔から持っていた考えは公明正大でした。人は皆兄弟なのだと歴代天皇が語られています。このような崇高な精神を持つ指導者が一体世界中にいるでしょうか。私は聖書の中にこの精神を見出すのです。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。新約聖書テモテ第一の手紙1章。力こそ正義と唱えたローマ帝国が権勢を振るっていた頃、すなわち今から2000年前の言葉です。植物が育つには何より土壌が大切です。愛という普遍的な生物が育ち、大輪の花をつけるには、1、清い心、2、正しい良心、3、偽りのない信仰。この3つが必要と説きます。これこそ日本の武士道が目指してきたものだと思います。これを一言で言い表せば、清き、明るき心でした。私たちには忘れてはならない。どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、清き、明るき心でした。それでは次回のご案内です。11月6日土曜日。日本の分割統治を阻止したスリランカ大統領の演説とは。日本はサンフランシスコ講和会議で晴れて独立国として認められました。この時、分割統治に反対し、賠償請求の放棄を主張。日本に多大な貢献をしてくださったのがスリランカ大統領でした。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。